善人がいれば悪人もいる。竜も同じだ。竜に悪意を向けられた時、キーニチのような竜狩り人の出番となる。この若者の腕を疑う必要はない。それよりも提示された額に応えられるかを案じるべきだろう。実りの多い協力関係になることを祈ってる。草元素の力を駆使するキーニチは元素スキルで高く飛び上がり、複雑な地形を越えられる。また遠軌道射撃を行い、力をためて難敵を撃つことが可能だ。元素スキルでは鍵縄で素早く移動したり攻撃を仕掛けたりできる。長押しすると照準モードで鍵縄の発射方向を決められる。近くに敵がいない場合、空中に鍵縄を投げて跳躍する。この時元素スキルのクールタイムが短縮される。キーニチが元素スキルで跳躍した時、一定の年素を消費することで再び空中を跳躍できる。年素を利用できるナタのエリアにいる時、フィールド上の仲間が特定の状態にあると、キーニチは空中を跳躍して登場する。近くに敵がいる場合、キーニチは鍵縄を目標の敵とリンクさせ、夜根値0で夜根のカゴ状態に入る。さらに1秒ごとに一定の夜根値を生成する。夜根のカゴ状態中、通常攻撃はリンクした目標を中心とした遠軌道射撃となり、草ダメージを与え、一定の夜根値を生成する。また敵の周りに四角エリアを発生させ、そこに入ると夜根値を生成して四角エリアを解除する。夜根値が上限に達すると元素スキルボタンで砲撃を発動でき、夜根値を全て消費して草ダメージを与える。操作次第で夜根のカゴ状態中に何度も砲撃を放てるだろう。添付薬地の代償解放後、夜根のカゴ状態にある時、キーニチの元素スキルダメージを受けた敵は薬地状態となる。その敵が燃焼または劣開化反応のダメージを受けると、キーニチは定期的に一定量の夜根値を生成する。薬地状態は夜根のカゴが終了するまで継続する。八神に報いるために。元素爆発では限定的かつ条件付きで節度をもって契約に従い、一時的に聖竜アハウの力を部分的に解放して草範囲ダメージを与える。聖竜アハウが存在する間、定期的に草範囲ダメージを与える。発動時、キーニチが夜根のカゴ状態であればその状態を延長する。添付遠霊の契約解放後、付近のチーム内キャラが夜根バーストを起こすと、キーニチに狩人の心得を付与する。夜根値が上限に達し砲撃を発動するとき、狩人の心得を全て消費してその砲撃ダメージをアップさせる。この地を知るために努力すれば、この地は対価を与えてくれる。年素を利用できるナタのエリアにいるとき、キーニチがチームにいると一部の採集物を取った際に移動速度がアップする。またナタ地域の特産の位置がミニマップに表示される。時間を無駄にするのは彼のスタイルではない。獲物を狩るときも報酬を要求するときもだ。戦闘中、まず元素スキルで夜根のカゴ状態に入る。鍵縄で敵とリンクし、柔軟に移動方向を変えながら遠軌道射撃を行い、夜根値を蓄積する。夜根値が上限に達したら砲撃で大ダメージを与える。元素エネルギーが溜まったら聖竜アハウの力を借りて夜根のカゴ状態を延長しダメージを与える。アハウと共に戦場を一掃するといい。働いた分だけ報われるべきだ。だが物事の価格にこだわりすぎるとかえって自分を見失う。偉大なる聖竜もそう考えている。故にいずれキーニチを支配し下僕にできると信じているのだ。窮地に陥ろうとアハウのうぬぼれは揺るがない。だが獲物にならない者もいる。逆境を打開するための代償を常に持つキーニチがまさにそれだ。